どうも島岡です。ペットの味噌だよ。あれ、模様替えした。住んでる部屋に近づけてみた。こんなに綺麗じゃないよ。わざわざゴミをかくわけないだろ。さて今回は2026年春アニメ、個人的に気に入ったオープニング曲&エンディング曲、5000プラス1。島岡のカラオケは、ほぼアニソンだよね。そうなんだ、インプットがアニメしかないからな。なのでマイクールオープニングとエンディングは、割と気にしているし、歌えそうな曲はメモってるぞ。そんなわけで、コンクールで個人的に気になった曲を紹介する。ちなみに、読みのつがいとか、茜話みたいな、取り上げるまでもなく話題の曲に関しては省かせてもらう。概要欄に、紹介したオープニングとエンディングの公式リンクを載せておくよ。最初は、アニメ、百鬼夜行賞の、エンディング曲、ヤングスキニー、何にもなれない。5分アニメだ。そうなんだ、たった5分のアニメのエンディングだから30秒弱しかないんだ。しかし出だしの2小節で、あ、これは好きな曲だ、と思った。気だるげなミドルテンポの曲調で、少し投げやりな感じで、僕はあなたの何になれたの、何にもなれない、何にもなれない、と繰り返す感じが、切なさもあってハマったな。島岡は、何にも慣れてないからな。そうそう。辛辣だなミショは。うふふふ。この動画を作り出したのはゴールデンウィークだったんだが、5月13日まで MV が公開されなくてじれていた。今は、もう見たんでしょ？やっとフルで聴けたぞ。思っていたよりはそこまで重苦しい曲ではなかった。MV を見るに、男女間の歌のように伺えるのだが、歌詞に人間関係が明確にわかる表現はないんだ。だから、中高年の自分からすると、親や兄弟、恩師や、先輩後輩、友人の方が頭に浮かびやすかった。力になりたいけど頼ってもらえない、どう見ても苦しそうなのに何も言ってくれない、その辛さが胸に来る歌だった。切ないねー。次は、くじま歌えばええほろろ、の、エンディング曲、角堂まなみさんのほろろ商用。つぶやくような、囁くような歌い方で、なかなかエキセントリックだ。矢野明子さんを感じさせるようなフレーズもあった。ひょうひょうとしてくすっと笑える作品の雰囲気に合っていたし、エンディングアニメーションとも合っていて、アニメ作品の曲としての完成度が高いと思う。概要のリンクは、作品のエンディングにしているけど、アーティストさんの MV も面白かったぞ。へえ、どんなの？スマホ片手で撮影したみたいな、一人称視点の道行きが、少しホラー味もしつつ愉快だった。この方、マリンバなどの打楽器奏者でもあるとのことなので、自然が身近なこの作品との相性も良かったのかもな。ええー。次は、マリッジとキシン。エンディング曲、赤崎さんの、シャケなベイベー。細かく早く切ったリズムに乗せた言葉を畳みかける感じが、中毒性があって頭に残る。ビジランテ一期のオープニング曲、結果オーライに雰囲気が似ていると感じたが、それより明るく、恋愛をゲームみたいに楽しんでるポップな感じがメイちゃんだらけのアニメーションに合っていた。アーティストは、19歳の大学生シンガーソングライターだそうだ。若いねー。次は、キリオファンクラブから2曲。オープニング曲、スカートとオドフットワークス、ファンクラブ。やっとオープニング曲が来た。低音のラップで始まり、中音のメロディ、高音のサビに行く流れが、ラッパー、ボーカルかける2を活かしていて、気分が盛り上がる。やっぱりオープニングが元気良いと、見よう。って気分が高まっていいんだよな。作中の二人がコミカルなだけでなく、実は重い感情を隠し持っている感じが、中音メロディにリンクしているように感じた。スカートは、アニメ、オットタクシーのオープニングで知ったんだが、それ以降も、二人ソロキャンプと今回とでアニメ付いてるみたいだ。コラボが多いよね。だな。次はエンディング曲、英子さん、ハーモニー。弱いんだよ。薬師丸悦子さんとか、ボンジュール鈴木さんとかの空気多めの歌い方。島岡きしょい。曲と一緒に相手を覚えておくと、忘れても思い出せる。って感じの歌詞があって、共感したな。急に曲きっかけで忘れていたことを思い出すことがあるよな。あるある。最後はおまけだ。また殺されてしまったのですね、探偵様の。エンディング曲、リリテアの歌。キャラソンだー。リリテアちゃんが、死んでしまった昨夜を膝に、生き返るまでの間に歌っている歌詞になっている。最初は笑ってたのだが、実はリリテアちゃんは、結構胸を痛めて、昨夜の蘇生を待っているのだと分かり居住まいを正した。あなたの心音で、いつも私は泣いてしまうから、のサビで。音楽の盛り上がりもあって、胸に来るものがあった。最近では珍しいキャラソンということもあって、おまけに入れてみた。そんなわけで、2026年春アニメ、個人的に気に入ったオープニング曲&エンディング曲、5000プラス1は以上だ。他にも気に入った曲はいくつもあるんだが、かっこよかった、綺麗だった、くらいしか言えることがなくてな。うん。基本的に、初回だけちゃんと見て、それ以降はオープニングエンディングを飛ばすことが多いから、印象が強いものが残ってしまったと思う。
そんなんだから、カミーナボタン、酔える姿は百合の花、のエンディングアニメーションがエピソードになっていて、毎回内容が変わっていることに気がつかなかったのだ。各キャラの過去話とかもあって結構しっかりした内容だったよね。そうなんだ、こちらは今でも YouTube で公式が公開しているので、気になる方はどうぞ。それでは、また次回。またねー。